水、土、火。はるか昔、4つの国は調和を保っていた。でも、火の国の攻撃で全てが変わった。止められるのは4つの技全てをマスターしたアバターだけ。でも、一番必要な時に彼は消えた。それから100年、つむぎさんとゆかりさんと私は、新たなアバターを見つけた。豆のベンダーズンダモン。豆の味は優れているけど、幼い彼には学ぶべきことが多い。それでもズンダモンなら、きっと世界を救ってくれる。僕じゃ無理なのだ。ということで公式案件をいただいております。ウィッサス・オブ・ザ・コースト様より製品をご提供いただいておりますので、詳しくは前回の開封動画もご覧ください。アニメ面白かったのだ。王道な設定とストーリーが良いのだ。海外の有名なアニメスタジオが制作しているから、海外人気はあるんですよね。続編も出ていたり、映画化されていたり、ドラマ化されていたり。2種の動物が合体したハイブリッド生物が普通にいるのが面白いですよね。この動画は若干ネタバレ含むので、ちょっと注意してほしいのだ。それでは4つの国に分かれて統率者を選びましょう。おう。私の統率者はサカとスキです。水の国の統率者としてサカスキを選びました。同盟者シナジーと装備品デッキです。サカやスキは属性を操れるベンダーではありませんが、戦闘面でも頼りになるキャラクターです。この試合でも良い立ち回りをして勝利します。私の統率者は最初の金属のベンダートフですわ。土の国の統率者として戦います。トフは盲目ですが、土の技はもちろんのこと金属まで操ることができるベンダーです。アーティファクトが土地になるというユニークな能力をフルに活用していきます。僕の統率者はアバター。物語の主人公で火の国の最後のベンダーなのだ。裏面に5色シンボルがあるから5色デッキになるのだ。4つの技を使用するという変身条件がなかなか厳しいけど、覚醒した案は最強なのだ。僕が世界に平穏を取り戻してみせるのだ。アーシの統率者は火の王アズーラ。もちろん火の国の統率者だよ。ズーコの妹で火の朝の天才で最強の火のベンダーだよ。能力は呪文をコピーすることができるんだけど、条件がかなり緩いからすごく使いやすいよ。火の国のごとく各国に侵略してやるぜ。さあ順番にね、ダイスロールいくのだ。1、6、9、10。アーシの勝ち。ショッテフが7枚引いてマリガンチェック。キープかな。キープ。1回マリガンしてみようかしら。慎重にキープ。引き直ししまして、土地2枚か。でも土地が1枚来たら工作が打てる。キープします。やつはもう終わりだ。土地引けなさそう。土地事故は一番やっちゃいけないのだ。土地を引けばいいだけのことですわ。不穏なこと言ってるけど試合始めますか。ゼロターンアクションないね。大丈夫です。ありませんわ。ないのだ。それでは試合開始。アーシのターンからドロー。進化する未開地を出して生贄に捧げて基本土地の島をタップイン。ターン終わり。私のターンですね。ドロー。平地をセットしましょう。ターン終了です。いざ行かん。私のターン。ドロー。よっしゃとつきましたわ。セットランドで進化する未開地。起動で生贄に捧げまして平地をタップインします。ターンエンドですわ。僕のターン。ドロー。木々の聖域をタップイン。5色デッキだからね。色軸には気をつけていきたいのだ。ターンエンドなのだ。アーシのターン。アンタップ。ドロー。指揮官庁をタップイン。出た時に何かタップしないと生贄になっちゃうので島タップします。ターン終わり。私のターン。ドロー。島をセットしまして2マナーアーティファクト装備品稲妻のすね当て。装備したクリーチャーは速攻と被服がつきます。速攻は召喚酔いに影響されなくなり、被服は呪文や能力の対象に取れなくなります。定番の装備だけどそこまで丁寧な説明いる？アバターは知ってるけどマジック知らない人がいるかもしれないのだ。いるのかな。マジック知らなくても楽しめる対戦動画にしたいのだ。ざれごと本音を言えよ。登録者もっと増えてチヤホヤされたいのだ。このみだりがましい私欲と欲望の化身で癒やしい豆。ここは勝負の間なのだ。文句があるなら勝利してから言うのだ。もちろんケチョンケチョンにしてやりますよ。ターン終了です。ターンもらいます。アンタップ。ドロー。セットランド。森。私も出しますか。2マナーアーティファクト装備品早足のブーツ。装備クリーチャーに呪文と速攻がつきます。呪文は対戦相手からの呪文や能力の対象に取れなくなります。被服との違いは自分からの対象は取れるところですね。ターンエンドですわ。僕のターン。アンタップ。ドロー。島をプレイ。これは今出さなくてもいいか。ターンエンドなのだ。アーシのターン。アンタップ。ドロー。沼を出していいの引いちゃった。1マナーアーティファクト太陽の指輪からの4マナーエンチャント連弾の海賊行為。アーシの攻撃が通ったら1枚引けるぜ。これで一歩リードかな。ターン終わり。私のターン。アンタップ。ドロー。平地をセットしてからの3マナーアーティファクト装備品日射の翼道苦いバラ。戦場に出た時の誘発生体武器00の細菌トークンを生成して、それにこれを装備します。11修正。
最近トークンにゼロマナで稲妻のスネ当ても装備、速攻と被服を得ました。コンバット、11で紬さんに攻撃誘発、ライブラリーから基本土地1枚タップイン。待つのだ。そこにスタックするのだ。瞬速 X02 マナクリーチャー師匠マンシートン。何、そんなものを隠し持っていたとは。開封動画では出れなかったはずでは。個人的に買ったコレクターブースターから出たのだ。その引きを開封動画に持ってこいよ。さあゆかり、続きをどうぞ。ライブラリーから山をタップインします。ライブラリーを探したのだ。マンシートンが誘発、11カウンターを1個置いて1枚引かせてもらうのだ。攻撃は通るよ。ワンシートンいいな。ターン終了です。私のターン、アンタップ、ドロー、セットランド、山、シャーなし、打つしかないわね。3マナソーサリー、工作。メタンさんそれは。つまんな、打つしかないんや。基本土地2枚探して1枚タップイン、1枚手札、森をタップインの山を手札に。マンシートンが誘発、11カウンターを1個置いて1枚引くのだ。手札を這う派なのだ。ターンエンドですわ。僕のターン、アンタップ、ドロー、山をプレイして3マナアーティファクト、火の国の砲台。僕のクリーチャー1体に20修正と火の技にをつけるのだ。火の技は今回の新メカニズムで攻撃したら赤マナ出るのだ。コンバット、もちろんマンシートンに20修正と火の技にをつけるのだ。紬に攻撃した時に火の技にで赤2マナ生成。このマナは戦闘終了時まで残るのだ。この2マナは砲台に蓄積させるのだ。50個貯まると50点飛ばせるのだ。攻撃は通るよ。条件下についてるの強すぎん。ターンエンドなのだ。足のターン、アンタップ、ドロー。そろそろアズーラちゃん出す準備しないとね。アズーラちゃんって全員年齢かわかんないけど14歳らしいのだ。アズーラちゃんだった。思ってた年齢よりだいぶ低かった。火の国の宮殿、基本土地あるのでアンタップで出して4マナ統率者、機能をアズーラちゃん出してこのターンは終わりかな。それではターンもらいます。アンタップ、ドロー、平地をセットしてからの4マナクリーチャー、諦めない戦術家、坂。私の同盟者クリーチャーは威迫と果敢を持ちます。威迫は攻撃をブロックするのに2体以上必要になり、果敢はクリーチャー以外の呪文を唱えると11修正がかかっていきます。0マナで稲妻のスネ当てを坂に付け替えます。コンバット行きましょう。11をメタンさんに33威迫をずんだもんに攻撃誘発、ライブラリーから基本土地1枚タップイン。選んでも良いだから選ばなくてもいいんだよ。これ以上ズンダモンを調子に乗らせるのは危険ですわ。いいや、私は突っ走ります。島をタップイン。ゆかり大好き、11カウンターを1個置いて1枚引くのだ。攻撃通りますわ。威迫はブロックできねえ。殴ってターン終了です。私のターンですわね。アンタップ、ドロー、セットランド、山、これは土地以外を全て破壊するカード。4マナアーティファクト、ネビニラルの円盤。あれこれアーティファクト土地も破壊されてしまいますわ。能力勘違いしてました。後で抜いとこう。ターンエンドですわ。僕のターン、アンタップ、ドロー、円盤出ちゃったしな。平地をプレイしてコンバット、戦闘開始時にマンシートンに20修正と火の技にを付与。メタンに攻撃した時に火の技にで赤2マナ生成。円盤からワンシートンを守るカードを探すのだ。2マナインスタント、積み重ねられた英知。ライブラリートップ3枚にて1枚手札に加えるのだ。残った赤1マナは砲台に蓄積させるのだ。6点もらいますわ。痛い。終了ステップ、手札オーバーしちゃったので1枚ディスカード。ターンエンドなのだ。ターンもらってアンタップ、ドロー、作戦室を出して7マナもあるね。どうしようか。まずは2マナで火の国の宮殿の能力を起動。アズーラちゃんを対象に火の技4を付与。コンバット、ゆかりさんに攻撃、火の技にと呼んで火力マナ生成。まずは攻撃してからだな。統率者4点ダメージ。痛い。ダメージが通ったので沿岸の海賊行為で1枚ドロー。ちなみにね、ビニラルの円盤を爆発させない可能性は。ターンが回ったら即爆破させます。後で抜くカードでめっちゃいらんことしてくるやん。アズーラちゃんを守るカード探さなきゃね。2マナインスタント、胸躍る可能性。この呪文を唱えるための追加コストとして1枚捨てるよ。高額なる変幻値を捨てる。アズーラちゃん誘発で呪文をコピーするよ。呪文のコピーは唱えたわけじゃないから追加コストは払わなくていいんだよ。2枚引くを2回。なるほど、うまく使ってますね。まだまだがあるぜ。4マナインスタント、水浸しの教えコピーされるよ。ライブラリーからインスタントか瞬足を探して手札に加える。アズーラちゃん救えるカードないな。安定のフェアリーの黒幕を手札に。紬スキー、11カウンターを1個置いて1枚引くのだ。ずんだもんに聞かせちゃうこと忘れてた。まあいいか。可愛い点結使い、タイリーちゃんを手札に。紬大好き、11カウンターを1個置いて1枚引くのだ。終了ステップ、手札くれちゃったので眠らずの戦闘とタイリーちゃんを墓地に置くよ。ターン終わり。私のターン、アンタップ、ドロー、土地引けなかった。円盤が爆発するので展開は控えようかな。コンバット、紬さんに1点と
ト、ずんだもんに3点、ライブラリーから基本土地1枚タップイン、山をタップイン。みんな優しいのだ。11カウンターを1個置いて1枚引くのだ。そんなに引いてたら1枚ぐらいゴサゴサ。攻撃は受けるのだ。足も受けるよ。うへ殴ってターン終了です。私のターン、アンタップ、ドロー、セットランド、山、約束通り円盤を起動しましょう。ネビニラルの円盤1マナ起動。すべてのアーティファクトとクリーチャーとエンチャントを破壊。破壊される前にmana出せよ。全除去は盤面がスッキリして気持ちいいですわね。僕の IC と返すのだ。十分すぎるほど引いたでしょ。4マナ統率者、最初の金属のベンダー、トフ、私のトークンじゃないアーティファクトは土地ですわ。終了ステップ。おっと、マナが消える前に瞬速2マナクリーチャー、フェアリーの黒幕、対戦相手が2枚目のカードを引いたら足は1枚引くよ。では改めて終了ステップ。終了ステップ開始時にトフの能力が誘発、土の技2を行います。これも今回の新ギミックですわ。土地を対象にして00のクリーチャー化しまして、11カウンターを2個置きます。この土地は死亡や追放されてもタップ状態で戻ってきますわ。ターンエンドですわ。僕のターン、アンタップ、ドロー、森をセット。これで5色出るようになったのだ。まだ土地伸ばすのだ。3マナエンチャント、洞窟探検。洞窟探検が出た時、まず1枚引くのだ。その後手札から土地1枚出してもいいので、秘密のトンネルをセット。この土地はブロックされないというその能力を持ってるのだ。後洞窟でもあるので、4点回復。おまけみたいに書いてる土地がアンタップで出る能力が、このカードの素晴らしいところなのだ。フェアリーの黒幕誘発で1枚ドロー。2マナアーティファクト装備品、早足のブーツ。このイラストは後ろ姿だけど、アンなのだ。髪の毛生えてる。しかも火の国の服を着てますね。イメチェン。火の国に潜伏するためにね。終了ステップ。手札オーバーしちゃったので1枚ディスカード。ターンエンドなのだ。ターンもらってアンタップ、ドロー、統率の塔を出して2マナアーティファクトクリーチャー、羽なし、タップ起動で足のクリーチャーに速攻を付与できるよ。4マナクリーチャー、月の精霊、ゆえ水の技を行うとノンクリーチャー呪文をノーコストで唱えれるよ。水の技はクリーチャーやアーティファクト、タップして1マナ支払えるよ。出してターン終わり。私のターン、アンタップ、ドロー、マータ土地引けなかった2マナアーティファクト装備品、氷鋼の担当。ワオ、強い装備品。いちいち修正とトランプルと速攻を得ます。1マナクリーチャー、エスパーの保証。わお、強いクリーチャー。2つ目の呪文を唱えたので、氷鋼が誘発、11の果敢持ちトークンを生成。生成したトークンに氷鋼を装備してもいいんですが、しないでおきましょう。エスパーの保証が戦場に出て、2マナで氷鋼をエスパーの保証に装備。コンバット、ずんだもんに2点。ターン終了です。私のターン、アンタップ、ドロー、3マナエンチャント、永遠の土。エスパーの保証が誘発です。パワーが上がってるので、2マナ払います？払いません。ドローどうぞ。ありがとうございます。すべての土地は破壊されません。つまり、私のアーティファクトは土地でもあるので、ということは、3マナアーティファクトクリーチャー、艶やかなおちか。破壊されないシカちゃんだ。かわいい。そういうことですわ。コンバット、三々統率者でゆかりさんに攻撃。ノーブロックで受けましょう。痛い。終了ステップ。トフの誘発で土の技2を行います。シカちゃんを対象に11カウンターを2つ置きます。シカちゃんパワーアップ。かわいい。ターンエンドですわ。ターンもらうのだ。アンタップ、ドロー、樹上の村を洞窟探検があるからアンタップ。2マナ統率者、また、僕が技を行うたび1枚ドローするのだ。1マナで早足のブーツをアンに装備。コンバット、メタンに飛行4点で攻撃した時に火の技2でアニマナ生成。するとアンで1枚ドロー。フェアリーの黒幕誘発で1枚ドロー。グッ、飛行は止めれない。シカちゃんは止めないね。かわいい。セカンドメイン、2マナアーティファクト、木々の印鑑。エスパーの保証が誘発です。払えねえのだ。ドローどうぞ。あざっす。出してターンエンドなのだ。足のターン、アンタップ、ドロー、沼を出して税込み6マナ統率者、機能をアズラちゃん、羽なしの能力を起動、速攻を得るよ。コンバット、三々飛行警戒と44アズラちゃんでズンダモンに攻撃だ。機能技2で赤マナ2つ生成。エスパーの保証払えないから何も唱えないよ。そんな、遠慮するなよ。ワンシートンには引かせてたじゃないですか。なんとなく保証はダメ。痛いのだ。ターン終わり。私のターン、アンタップ、ドロー、支部の浅瀬をセット。私も統率者を出します。3マナ統率者、坂と好き。出た時の誘発、出た同盟者に装備品をつけます。氷鋼を対象に、坂好きにつけます。3マナアーティファクト装備品、航路と前線の剣。クリーチャー呪文ではないので、果敢が誘発、11修正。2つ目の呪文を唱えたので、氷鋼が誘発、11の果敢持ちトークンを生成。プロテクション赤緑剣が着地時、坂好きが誘発で、11の同盟者トークンを生成。同盟者が出たので、装備品をつけれるのですがつけません。2マナで坂好きにつけるからです。22修正とプロテクション赤緑、失敗しました。
プロテクション赤がついたら赤色の装備である氷甲が外れることを忘れてました。みんなはプロテクションに気をつけようね。コンバット、統率者トランプル6点をつむぎさんに。トランプルあるんか。ブロックしても貫通しちゃうからね。ノーブロックで通すよ。統率者ダメージ6点。同じ統率者から合計21点以上ダメージ食らうと特殊敗北するのだ。私のデッキはそれを狙った構築となってます。戦闘ダメージを与えたので、航路と前線の剣が誘発、トップ2枚追放して、このターンプレイしても良い。山と近鉄剣、土地のセット剣が1つ増えるので、山はありがたいですね。セカンドメインに入って、追放領域から山をセット。ターン終了です。ターンいただきまして、アンタップ、ドロー、セットランド、森、3マナクリーチャー、エベンドの低木狩り、土地を生贄に捧げると赤2マナ生成するクリーチャーです。コンバットに行きましょう。ガラ空きのズンダモンに統率者3点、残りはブロッカーとして立てておきますわ。終了ステップ、トフの誘発で土の技2を行います。山を対象にして、クリーチャー化して11カウンター2個、ターンエンドですわ。僕のターンなのだ。アンタップ、ドロー、コアの領域をアンタップイン。4マナクリーチャー、頑固な教師、トフ、呪文を唱えるだけで土の技1を行うのだ。戦場に出た時の誘発で、手札から水平線の探検者を捨てて、墓地の積み重ねられた英知を手札に加えるのだ。3マナアーティファクト、統率者の補給。エスパーの保証が誘発です。1マナ払うのだ。呪文を唱えたので土の技1を行うのだ。秘密のトンネル、対象にクリーチャーか11カウンター1個置くのだ。技を行ったので1枚ドロー。フェアリーの黒幕誘発で1枚ドロー。コンバット、統率者飛行4点でメタンに攻撃した時に火の技2で赤2マナ生成するとアンで1枚ドロー。4点いただきます。ターンエンドなのだ。足のターン、アンタップ、ドロー。崩れゆくシネットシをタップイン。4マナクリーチャー、無慈悲なる提督、ジョン、火の技要員。2マナクリーチャー、バルダースゲートのクライドル。攻撃時に2マナ払うとブロックされないをつけれるよ。コンバット、44統率者でゆかりさんに攻撃。火の技2で赤2マナ生成。アツーラちゃんを対象にして2マナ支払いよ。ブロックされなくなったぜ。ブロックできないなら食らうしかないです。いててて。ターン終わりだよ。ターンいただきます。アンタップ、ドロー、最強装備が来ました。1マナアーティファクト装備品、巨像の土、ノンクリーチャー呪文ですので、果敢が誘発、11修正、装備品が出た時の誘発、11の同盟者トークンを生成、装備品はつけません。10修正という馬鹿げた装備品ですが、装備コストが8マナも必要なのだ。何かしらの手段で踏み倒さないといけないんだよね。8マナで逆スキに装備。踏み倒さんのかい。脳筋パワープレイなのだ。あとはブンブン振り回して、1人ずつ蹴散らしていきます。コンバット、まずはメタンさんから。うげ、こっちに来やがった。特クリーチャー3体ブロックで8点軽減させます。森や山は無色のパーマネントですので、プロテクション赤緑には引っかかりません。ダメージでは破壊されないので生き残ります。統率者ダメージ8点。いてトップ2枚追放して、ターン終了です。終了ステップに動きます。3マナで艶やかなお直を生贄に捧げます。チカちゃんだ。ですが土の技の能力でタップ状態で戻ってきます。チカちゃん。チカちゃんを生贄に捧げたので、エベンドの低木狩りが誘発。ライブラリートップ1枚追放。ウルザの物語。これはウレピー。私のターンに何か生贄に捧げたらプレイできます。チカちゃんの能力で平地2枚をタップイン。ターンもらいます。アンタップ、ドロー。山クリーチャーをタップして赤マナ出して、エベンドの低木狩り。能力起動。山を生贄に捧げます。土の技でタップ状態で戻ります。パーマネントを生贄に捧げたので、ライブラリートップ1枚追放。ガラクタモグリ。こいつは後で唱えます。赤2マナを生成します。追放領域からウルザの物語をセットランド第1章マナ生成能力を得ます。もしかしてウルザの物語も土の技使うと戻ってくるの？そうですわよ。トフちゃん強すぎ。追放領域から3マナアーティファクトクリーチャーガラクタモグリ死亡自由発で墓地のアーティファクトを1枚手札に戻せます。ここで私のとっておきカードを披露。5マナアーティファクトクリーチャー激変の機械巨人。こいつが戦場に出たら各プレイヤーは土地じゃないパーマネントからアーティファクトクリーチャーエンチャントを1つ選んで残りを生贄に捧げてください。ゲーマジかよ。アッシュのクリーチャーほぼ死ぬやん。私の装備品も1つしか残らないんですか？1つだけでも残ることに感謝しなさいな。さあ生贄どうぞ。ちょっと待ってね。できることやるのだ。2マナインスタント積み重ねられた英知。エスパーの保証が誘発。聞くといいのだ。あざまる。呪文を唱えたので土の技1を行うのだ。秘密のトンネルを対象に抗議呪文だから11カウンター2個置くのだ。技を行ったので1枚ドロー。トップ3枚にて1枚手札に加える。統率者の補給を生贄にして1枚ドロー。フェアリーの黒幕誘発で1枚ドロー。アッシュもやれることないかな。あったわ。月の精霊 U の能力を起動。水のマサボクリーチャーをタップして支払いよ。手札からクリーチャーじゃない呪文1つをノーコストで唱えられる。ソーサリー呪文大群への給仕。クリーチャーやエンチャント1つを対象として破壊する。そのマナコスト分アッシュはライフを失う。
ルタンさんのトフちゃんを破壊するよ。おい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 、なんちゅうことをしてくれるんや。エスパーの保証が誘発。払えない。聞いていいよ。ありがちょん。ゆかりさんも2枚目引いたからフェアリーの黒幕誘発で1枚ドロー。トフちゃん破壊で4マナだから4点支払うよ。ナイス除去なのだ。さあ生贄を解決しましょう。土地以外で残すパーマネントを選びますわ。アーティファクト、激変の機械巨人、クリーチャー、レベンドの低木狩り、エンチャント、永遠の土。残すやつを選べばいいんだよね。アーティファクト、早足のブーツ、クリーチャー、頑固な教師、トフ、エンチャント、洞窟探検。アーティファクト羽なし、クリーチャー火のオアズラ。アーティファクト巨像の土、クリーチャー坂と好き。こんなはずでは。顔面スッキリしたのだ。死亡時誘発があります。墓地からアーティファクト1枚、ネビニラルの円盤を手札に。何十問拾ってくるんや。いやまだ出すとは決まったわけじゃないから推定無罪。パーマネント2つ生贄になったのでトップ2枚追放。溜め込む運び屋、華麗な足さばき。もしもですが、もしも私が円盤出したらどうします？命はないと思ってください。アッシュは信じてるよ。メタン先輩。メタンがそんなことするわけないのだ。リスクを取らないことが最大のリスクなんです。4マナアーティファクト、ネビニラルの円盤。無茶というか無謀だよ。それでもやらないといけない時があるのです。主人公ならね。主人公は僕なのだ。ターンエンドですわ。僕のターン、アンタック、ドロー。まずは統率者出し直しから。0込み6マナ統率者、また、アン。呪文を唱えたので土の技1、秘密のトンネルを対象に11カウンター1個置くのだ。アンを出して1マナアーティファクト、太陽の指輪、秘密のトンネルを対象に11カウンター1個置くのだ。技を行ったので1枚ドロー。まだまだ出すのだ。2マナアーティファクト、友なる石、秘密のトンネルに11カウンター置くのだ。1枚ドロー。手札減らないのずるすぎません？土地を出すのだ。アーシン星、1マナインスタント、属性の強磁石、秘密のトンネルに11カウンター、1枚ドロー。ライブラリーからクリーチャーを1枚トップに置くのだ。水の技の天才、カタラをトップに1マナで早足のブーツをアンに装備。コンバット、7点アンブロと4点飛行で11点をメタンに与えるのだ。どうしてそんなひどいことを？爆弾持ってるから。攻撃時に火の技にするとアンで1枚ドロー。11点受けますわ。終了ステック、3枚ディスカードするのだ。土地はもういいや。ターンエンドなのだ。アッシュのターン、アンタップドロー。山を出して6マナクリーチャー、不死鳥を抑え。アッシュの未消費のマナはカマナで残るよ。6マナ以上残ってたら飛行と破壊不能を持つぞ。ストーリーのラスボスなのだ。コンバット、ツンなのに統率者4点、ゆかりさんに7点、火の技にと呼んで火力マナ生成、抑えに飛行と破壊不7点もらいます。ノーブロックで受けるのだ。どけ。能。ターン終わりだよ。私のターン、アンタップドロー、平地をセット、1マナソーサリー、鋼打ちの贈り物、装備品を1つ探して手札に加えます。火と氷の剣、お手札に3マナアーティファクト装備品、火と氷の剣、装備品が出た時の誘発、11の同盟者トークンを生成、装備品はつけません。2マナで火と氷の剣を暁に装備、22修正とプロテクションアカーを、そしてとっておき2マナアーティファクト、歪んだレンズ、なんと対象の色を変えるアーティファクトです。出たら早速起動しまして、メタンさんの機械巨人を赤色にしましょうか。コンバット、さよなら、メタンさん。ぐぬぬ、何かないか。プロテクション赤を持ってるので、ブロックできませんよ。諦めるのだメタン。円盤爆破の危機は去った。最後にドカンと一発花を咲かせたかっただけなのに。火と氷の剣が誘発で紬さんに2点ダメージ、1枚カードを引いてターン終了です。ここで決めるのだ。僕のターン、アンタック、ドロー。山をプレイして3マナクリーチャー、水の技の天才、カタラ、秘密のトンネルに11カウンターを置くのだ。1枚ドロー。水の技録を行うと1枚ドローなのだ。このターンで全ての技を打ってアンを変身させるのだ。変身するところみたい。変身後の動きが気になりますね。今から見せてやるのだ。5マナクリーチャー、火の技の達人、アン。秘密のトンネルに11カウンターを置くのだ。1枚ドロー。戦場に出た時の誘発、クリーチャー1体対象に気の技を行うのだ。ゆかりの同盟者トークンを対象に気の技。気の技って何でしたっけ？対象を追放するのだ。でも2マナで唱え直せるのだ。しかしトークンは盤面から離れたら消滅するぞ。了解です。トークン追放します。技を行ったので1枚ドロー。コンバット、アンでゆかりに攻撃、火の技に赤2マナ生成。技を行ったので1枚ドロー。最後にカタラの水の技録を行うのだ。6マナで支払うのだ。技を行ったので1枚ドロー。ターン内に4種類全ての技を行ったのでアンを変身させる。根源の達人、アン。僕が呪文を唱えるためのコストは5マナ減るのだ。つまりシングルシンボルの5マナ以下の呪文はノーコストで唱えれるのだ。
全治みたいなものですね。さすがにこれは決まったな。変身解除もできるけどする必要はないのだ。カタラのアンドロをしていくらマナコストが減ってもピース飲んだないと。勝負には勝てませんよ。最強の呪文を用意してあるのだ。食らうがい必殺の1マナインスタントふにゃふにゃ。ふにゃふにゃ。ふにゃふにゃ。バイバック4コスト追加をコスト軽減して打つのだ。バイバックは追加コストを払うと解決時に手札に戻るのだ。本当にそれでええんか。なんていうか地味。うるせえのだ。これが最適解なのだ。無限版。もっとかっこいい方向で倒してくれ。やりたいことはやれたので悔いはないです。こうして世界に平和が訪れたのだった。最後までご視聴ありがとうなのだ。高評価、チャンネル登録などお願いしたいのだ。コメントもお待ちしております。ところで案件でいただいた製品の私たちの分はねえのだ。ワンシートンを4人で分けようよ。0.25シートンですね。やめるのだ。